幻の戦闘機と呼ばれる神殿。模型の前で上映されているこの映像とは異なる新たな映像が見つかりました。胴体の後部にプロペラがある特異な形の局地戦闘機神殿。アメリカ軍の爆撃機 B29 の迎撃用として大戦末期に開発されたもので、筑前町の立新平和記念館には映画ゴジラ -1 の撮影で使われた模型が展示されています。この神殿のほか、機体を製造した九州飛行機とその技術者を紹介する企画展。目玉の展示は80年前に撮影された神殿の実際の映像です。機体の前で神事が行われている様子などが映っています。神事を行ったという記録は見たことはありますけども、こうやって画像で見るのは初めてです。このように画像が鮮明に残っておりましたので、もうその喜びといったらまた初めて見る画像でしたので、その場面でしたので大変嬉しく思いました。日本風土製作所から今年5月に寄贈されたもので、戦後80年に合わせ企画展が開催されました。日本の技術が非常に高かったんだろうなということと、戦争ってなんていうのかな、人に勝つために技術が向上していくっていうちょっと残酷な面があるので、見ててなんか非常に切ない。映像に映っているのは鶴野正義海軍技術少佐。神殿設計の責任者で、テストパイロットの感覚を設計に反映するために操縦の訓練を受けたエンジニアパイロットを務めていました。本当なら平和のために使いたかった技術だったかもしれませんけども、その当時はやはり戦闘ということで切磋琢磨されてた、その時代が幻じゃなく現実であったということが分かりました。福岡市博多区の南福岡駅一帯にあった九州飛行機で、およそ140人の技術者が神殿の開発に携わっていました。従来の戦闘機が飛行できない高さから爆弾を投下する B29 を迎撃するために、より高い高度を高速で飛ぶことを目指していた神殿。1945年8月に試験飛行も行われていましたが、実戦に投入される前に終戦を迎えました。6000枚の設計図が焼却処分するようにという命令が出て焼却したというふうに聞いております。そんな中でもやはり今回このように設計図がですね出てまいりましたので、やはりこういったものは貴重なものだと。終戦後の焼却処分を免れた図面なども展示されている企画展。立新平和記念館で12月14日まで開かれています。